断然です。ライズです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、やっちゃったこと、やろうとしていることなんかのお話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、今日は昨日は何をしてたかというと、もう覚えてませんわ。今日はもう夕方ですから昨日のことなんかすっかり忘れておりますよね。いちいち覚えてらんないっしょね。次から次へと新しいことが起こるのでね。何を覚えてますよ。今日はこれが話したいね。買っちゃったんすよ。もうついにあれモンスターハンターライズ買っちまいましてね、あまり買う気はねなかったんですよ。というのもね、こうなんか主人公というか、まあプレイヤーが操作するキャラクターですねが喋るし、こう操作の説明というかね、いろいろ説明してくれるキャラクターが出てくるんです。それがね、いろんな配信を見てて、どうもなんかあれがいけすかないというかね、こう上野クリニックみたいなタートルネックのねやつが出てくるでしょ。あれもう俺の中ではもう上野クリニックって呼んでますけど、上野クリニックがなんか説明してんのがなんかなと思ってて、もう買うのは予想かなと思ってたんですけども、気がついたら購入してましたなんだそれ気がついたら購入してたんだよな、マジで。そんなにねこうアクセスして買うつもりはなかったんです、本当に。だからパッケージ版のね、こうわざわざ買いに行くとかそういうことをしなくて、なんだもうめんどくさいし、カセットをさ差し替えるのめんどくさいし、もう常にスプラトゥーンが突き刺さってるわけですよ、僕のスイッチには。だからそれを抜いてもうすでにダビスタなんかやってませんからね。でも桃鉄はたまにこう仕事柄というかね、こう陣内くんの桃鉄のあれもあるんで、こう知っとかなくちゃいけないから結構やってるんですよ。だから桃鉄はカセット版であるんですが、まあ、差し替えてやったりするんですが、もうそれすらめんどくさいですからね。スプラトゥーンこの背景使ってるでしょ今も。そこをモンハンじゃねえのかっていうね。今日ぐらいモンハンにしようかな。今日ぐらいモンハン一回やってみようか。ろくなチュートリアルとかやってるやつにしとこうね。やってるはずですで、だからスプラトゥーンが刺さってるんで、カセットこういちいち差し替えるのがめんどくさいから、まあ買うのもいいかと思ってたんですけど、ダウンロード版だとその煩雑さがないでしょ。だからダウンロードしちゃったんですよねってとこで、今日はそのモンハンライズのまあプレイした感想を喋りましょうか。まだね買うのを躊躇してるそこのあなたっていうか、もう買ってるでしょ。だってもうさっきというかニュース見たら400万本売れてるっていうじゃないですか。400万本ですよ。参りましてね、持ってない人を探す方がまだ多いですよ。全然多いですけど、ゲームやってる人の中からしたらね、400万本ってもう異常な数字ですわ。桃鉄でさえ250万本ぐらいですよ。だから桃鉄のあるあるを言うよりね、モンハンのあるあるを言った方が受けますよ、そら。でちなみにスプラトゥーンはね、ファミ通調べでファミ通載ってたので280万本だったから300万本ぐらいじゃないですか。まあ発売して3年も経ってますから、来年は3も控えてねおるんで、それでもまだ売れている11位です。週間売上本数。ついにランク10から出てしまいましたけど、それでもまだ売れているね、スプラトゥーン。なんで、とはいえスプラトゥーンあるあるを言ったところでね、あんまりこう伝わらないですよね。それなんか不思議なんだよな。もう300万本近く売れてるソフトをいじってね、そのあるあるがあまり伝わらない。不思議というか、まあ、300万といえどもそういった認識なんですよ、世間的な。ね。だから、モンハンがいくら400万、モンハンはまあどうだろうな。
400万本売れてて、例えばこう焼肉屋さんでこうお肉を焼いててね、上手に焼けましたとか言ってもわーっとはなるかな。まあ仲間内ではなるでしょうけどもね、どうなんですかねっていうぐらいの数字なんですよね。実際そこまで売れてても世間的にはそれぐらい、まあだって日本人口だけでも1億2000万人ですよ。そのうちの400万人って言ったら何分の1ですか。もうさっと計算ができませんけど、まあそういうことですよ。ね、しかしねその数字の話をしたいんじゃない。ね、あるあるが伝わるか伝わらないかっていう話じゃなくてね、でもまあ桃鉄そうか、でもネタにしづらいかっていうのはあるかな。そこまで売れててもまだそれぐらいの認識なんだよなっていうのを踏まえた上で、まあプレイした感想は、ずっとスプラトゥーンをやってたんで、ジャイロであれ操作するんで、コントローラーの傾きで操作もできるんで、モンハンもジャイロないのかなって、ジャイロをオンにしたら、途端にめちゃくちゃやりにくくて、なんかカメラのね、操作方法がちょっといまいち慣れないんだな。あれ上下変えれねえのかなとか、設定見たけどなさそうだったんで、ちょっと、まあ、ジャイロも切って、従来通りの操作方法に戻してるんですが、なんせスプラトゥーンとの、こう、プレイ感がだいぶ違うんで、まだ戸惑いありますね。で、その僕がどうしても言いたかったあるあるは、スプラトゥーンの視点をリセットするのが Y ボタンなんですよ。で、モンハンの Y ボタンはね、アイテムを使っちゃうんですよね。だから、こう視点を直そうとして、めっちゃ回復ドリンク飲んでたりとか、お肉食べてたりしちゃって、これは慣れるまでなかなか大変だなと思って、まだ2時間ぐらいですかしかやってませんが、これはやっぱり三つ子の魂100までじゃないですけども、無印のモンハンが出た時に PSP で、僕は PSP で始めたんですけど、あれ PSP の無印が僕が初体験。その前にあれプレステで出てたのかな。で PSP で出た時に、これまだ大阪だったんですよ。ですぐ当時からすでにもう東京に進出してた次長課長の井上君にすぐ連絡してね、おいやべえゲームが出たぞっつって、やってるかっつって、そしたらやってるっつんで2人してね、こうコツコツやっておりまして、当時はねまだまあでもそれでもすごいのが出たって、まあ一気に普及しましたけどね。で爆発したのがセカンド G ですけども、あの頃はひどかったね。本当に井上くんなんかプレイ時間が恐ろしく9000時間とか言ってたんじゃないですかね。もう本当にずっとやってまして、本当にっていうのをやりながらこう思い出しまして、だいぶぬるい仕様にはなってますね、昔のに比べたら。こう回復三つ虫ですか、回復する虫がおったりとかね、昔に比べたらやっぱちょっとぬるいんですが、僕の腕も随分落ちてるんで、それでまあちょうどいいぐらいにはなってるんですが、昔のねほんと無印とかドスとかね、それこそセカンドドスはプレステ2で出たのかな、3かな、2か2だね。もうあの辺は2ドスをね、俺ネットにつなげてやってましたよ。それぐらいねやってたんで、まあその当時からしたらすごくぬるいんですが、いろんな攻撃方法とか、虫使って空飛ぶとかね、縛り付けてモンスターに乗るとか、なんかもう当時のモンスターハンターではない、もう全くもうすでに別ゲームではあるんですが、楽しいのは楽しいですね。やっぱりよくできているというか、ただ対馬をやってて、対馬のオープンワールドどこでも自由に行けるみたいな感覚がフィールドに出た時にちょっとそれがないのは、やっぱり対馬でゴースト・オブ・対馬のオープンワールドな自由な感じっていうのも方が僕は好きだったなと思うので、
今更そういう閉じ込められた世界に帰ってくると息苦しさというか理不尽さを感じ得ないでもないですが、まあでも楽しいですね。それがモンスターハンターという世界であるというのが非常に楽しい。やっぱり楽しいですね。一狩り行こうぜね。なかなかね、一狩りがそこそこ時間がかかるんで大変。20分から30分ぐらいかかるんでね、おいそれと気軽にはできませんが、これの背景の動画にもしづらいんであれですけども、まあでも楽しくていいと思いますよ。なんだったらその移動シーンをカットしてね、戦ってるシーンだけつなげると10分ぐらいでいけるんじゃないですかね、みたいなことを思ってやっておりましたが、楽しいです。それともう一つね、朗報。アサヒ飲料から出ております三ツ矢サイダーレモラっていうのがあるんですね。これ前にね、僕見つけた時にこんなうまい炭酸飲料があるのかと、レモラを探してね、わざわざいろんなコンビニに足しげく通ってレモラの置いてるコンビニをこう回ってわざわざ買って帰ってきたのが、これがなんと定番商品として発売が決定して、もうすでに販売されております。スーパーでもコンビニでも手軽に入るようになっております。前はね、限られた自動販売機にねあったんで、わざわざこれ確かね、神楽坂の方にあった、神楽坂飯田橋かにあるレモラの置いている自動販売機を見つけてね、わざわざ飯田橋まで行ってレモラをしこたま仕入れて帰ってくるぐらいレモラが好きだったので、本当に嬉しいです。ですから皆さん一度レモラ飲んでください。これマジでうまい。世界で一番うまい炭酸飲料はレモラですわ。このまたロゴがかっこいいんだよな。っていうのでモンハンやりながらレモラを飲んでね、モンハンをやりましょうって言いながら、もうスプラトゥーンもやってますからね。大変だよ、時間がなくて。といったところで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。